はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。皆さんはすでに忘れてしまったかもしれませんが、派遣社員の私は株式投資をやってます。目的はもちろん、厚切りジェイソンになるためです。前回のこちらの株式投資の報告から早4ヶ月が経過しました。今年も例年通りに年明けから株で損していました。確か2月3月の2月で30万円近くの損を出してしまい、そんな不甲斐ない自分に嫌気がさし、株から数ヶ月間目を背け、ようやく株式投資を再開します。6月の話でした。そしてなぜ6月から現在の10月まで株式投資の報告をしていなかったのかと申しますと、ビッグイベントがあったことと、そして設けられていなかったからです。そうです。またもや今回やらかしちゃってます。4ヶ月前のこの動画で何を話したかははっきりとは覚えていませんが、多分買った株が多少値下がりしたからといって株を頻繁に売買するのではなく、トレンドを見て、もし長期で上昇トレンドであれば持ち続ける。ちょっと下がったからといって狼狽売りはしない的なことを言ったような気がします。ところがですね、この4ヶ月間の間に、2万6000円ほど狼狽売りをし、さらに今現在5万円近くの含み損を抱えています。今の私の株式投資資金35万円であるにもかかわらず、現在特に大きな含み損を出しているのがこちらの銘柄コード6770のアルプス電機です。私はこの株を6月13日のここで購入しました。この時の株価は1470円。なぜ私がここで購入したかと申しますと、ご覧のように見事な上昇トレンドになっているからです。私の投資スタイルは順張り、逆張りでも前張りでもありません。順張りです。なので上昇トレンドなら買いに行きます。ところがですね、株価はその後私の夢や希望を打ち砕く動きとなりました。その後の結果をご覧ください。私が購入した後、株価の勢いは衰えて値が下がる一方に、ここまで一旦盛り返しましたが、この後一気に1200円近辺まで暴落。この時点で含み損が3万円近くになり、売りに行けない状態となってしまいました。なんとか株価の上昇を朝昼晩願っていましたが、無情にもその後ここまで落っこちました。他に所有していた銘柄の含み損も合わせると合計8万円以上の含み損となってしまいました。アルプス電機は今もまだ所有しています。所有というか塩漬けとなっております。これは4ヶ月前の動画で話したトレンドが続く限り所有するという狙いとは真逆の状態となってます。ではなぜこのような事態が起きたのか。先ほどご覧になったこちらのチャートは冷やしチャートです。冷やしチャートの特徴は短い期間の株価の動きを表したものです。短期間の売買をやめ、長期トレンドに沿って売買すると言っていたにもかかわらず、私は長期間のトレンドを表す月足チャートを全く確認せず、ほぼ勢いでこのアルプス電機を買ってしまったのであります。では月足チャートにしてみるとこんな動きとなります。どうです？ご覧いただいてわかるように絶賛下降トレンド中です。ほぼ全ての移動平均線が下向きを示しているにもかかわらず、ちょっと膨らんだここで私は買いに行ってしまったのであります。今現在はここです。いやー、非常にやばい。撮影している本日の時点でアルプス電機の株価は1100円となってます。直近の安値は1000円で、もしこれを突破したらさらにその前の900円くらいまで下がる可能性は十分あります。今すぐに損切りすれば損失は4万円弱で済みます。ただ今はまだ含み損なので、もし今後盛り返せばプラスになるかもしれないし、さらに値下がりするかもしれません。いやー、4万円の損を確定させたくないです。はい。ちなみに私は株の取引はすべて制度信用取引を使ってます。もう一個の一般信用取引でしたっけ、そちらよりその手数料がちょっと安いんですよ。
ただし制度信用取引は6ヶ月間しかその株を所有することができません。期日が来たら儲けてようが損してようが強制的に清算されます。その日まであと2ヶ月。いやー参った。あと2ヶ月で盛り返すとは到底思いません。なので皆さん、今後株を買うときは必ず月足チャートを見て長期間のトレンドを確認しましょう。そして一つ言えるのは、今は世の中的に株を買う状況ではありません。ウクライナに侵攻するロシアの強行、日本に向けてミサイルを撃ちまくる北朝鮮の強行、息子を首相秘書官にする岸田首相の強行、そして電通に対して無礼極まりない玉川社員の強行など、世の中がハッピーになる話題が一つもありません。一日も早く世の中がハッピーになる日が来ることを願って、私は引き続き株式投資を行いたいと思います。ということで、本日の株式投資の報告は以上となります。もしこんな長期トレンドを確認しないで株を購入する私に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。はい、YouTube 大沼 TV の大沼です。私はまた大通公園で開催しているオータムフェスにやってきました。今現在はですね、夕方の6時半、仕事帰りでございます。ここ大通公園で行われているオータムフェストも残り数日となりましたので、またやってきました。そして最初の乾杯を飾るのはこちらのまたドイツビールでございます。前回飲んだ確かバイツェンはとてもフルーティーで飲みやすかったです。今回頼んだこちらのビールは確かドゥンケルだったと思います。詳しい説明はここら辺に出しておきますので、もしよかったら読んでみてください。それではお疲れの意味を込めて乾杯をドイツ語で言いたいと思います。それではメルシーボーク。そうですね、美味しい、飲みやすい。こちらのアルコールも確か 5.5% かくらいだったんですけども、飲みやすい。この黒ビールの独特の風味ってあるじゃないですか。それもそこまでくどくなく飲みやすいかなと思います。まあそうですね、飲みやすさといったら、私が前回飲んだバイツェン、確かお店の方でも一番人気と書いてたんですけども、バイツェンの方がとても飲みやすいフルーティーな味だったと思います。これはこれで美味しい。そしてこちらのビール1杯1200円でございます。うまい。ここはですね、隣の10丁目のお肉10丁目広場コーナーなんですけども、さっきのビールの11丁目、とは違ってですね、かなり賑わっております。やっぱりお肉は強いなという感じでございます。で、前回ですね、私こちらお肉の10丁目食べたんで、食べてない向こうの4丁目とか5丁目とかあっちの方に行ってみたいと思います。